本日はですね、ワゴン R の中古車を購入するときに絶対見るべき点、これをですね、ご紹介したいと思います。マーブラック、ノリオ TV、驚きを届ける。ちゃんたちの情熱、どこまでもビッション。それではですね、こちらのワゴン R、またはスティングレーの MH22S や、こちらのワゴン R、MH21S や、AZ ワゴン MJ21S、MJ22S なんですけども、私が今まで数々のこの MH21S やこちらの MH22S を見てきた中でですね、購入するにあたって、ここは絶対見といた方がいいよというのを教えたいと思います。正直、ご自身で交換や直せるんであるならば、別に許容範囲ということなので、それを鵜呑みにして購入してもいいと思います。ただ、やはりご自身でね、整備できない方なども中にはいらっしゃると思いますので、そういう時なんかは、ちょっと購入を控えた方がいい、またはお店で直してから乗った方がいいと思います。まず1点目ですね。やはり、ここの塗装のくたびれです。特に黒系、または原色系の塗装の車両、このボンネットと、こちらのルーフと、こちらのリアスポイラー、8割方くたびれてると思ってください。それなので、いやいや、上部の部分は全然気にしないから、全然構わないよという方だったらいいんですけども、正直こちらの車両ももう20年近く経過する車両であります。それなので、特に黒はこういう風に劣化が著しいので、必ず確認してください。これ、ちょっと中古車屋さんには怒られちゃうかもしれないんですけども、中古車屋さん、この21とか22の写真撮るとき、こういうアングルとかばっかで、こういう屋根の部分を撮っている車両、ものすごく少ないです。おそらくね、隠したいっていう気持ちもわかるんですけども、やはり正直に撮っておかないと、購入希望者さんからね、してみたら、なんか現物見てみてがっくりだなっていうことにもなりかねないので、トラブルにもなる可能性もありますので、それなので、できればね、最初に写真撮っといていただければと思います。なので、必ず、ボンネット、ルーフ、リアスポイラーというのを確認しておいてください。そして2点目はですね、こちらのエンジンルームからなんですけども、こっちに行って、こちらのアッパーマウントですね。こちらのように隙間が空いてる車両。これはこれで別に普通に走るんですけども、これ、同行していくとですね、段差を越えるたびに、この上の部分が、こことガチャ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 当たって、それで音が出てくるんですね。それでここの間にゴムもこうやって挟まってるんですけども、このゴムが硬化してきたりとかすると、ここの段差が、この金属同士の打音が消音できなくなってしまって、それでですね、ガチャ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 音がしだします。もうその状態になると、かなり進行が進んでいる状態なので、もうすぐに交換した方がいいレベルでございます。それなので、ここのアッパーマウントの隙間なんかよく見といてください。そして続いてエンジンルームで見るところは、このタペットガスケットカバーですね。やはり MH21S、MH22S もう古いので、この K6A エンジン自体は非常に素晴らしいエンジンなんですけども、やはりもう10年以上経っちゃうと、ゴムの劣化とかどうしても出ちゃうんです。それなので、こうやってオイルが滲んでいる場合、こちらですね、もうこれ結構な状態です。こちらの状態ぐらいまでになってると、真ん中の中にあるプラグのところとかにもオイルが回っちゃってます。中にはひどい車両なんかは、もうプラグホールのところがエンジンオイルで滴ってるとか、そういう状態にもなってしまいますので、それで走ったりとかすると、電気がちゃんと通らなくて火花が飛ばないとか、そういうトラブルにもなったりとかしますので、ここは見ときましょう。そして、こういうエンジンオイルなんですけども、大体こういう車両なんかは現状販売車が多いです。それなので、こうやってエンジンオイルを見ても、エンジンオイルそんなに綺麗ではないと思います。エンジンの中は正直見えないので、原車確認という限られた時間でエンジンの具合をチェックする場合なんかだったら、エンジンをかけて、それでエンジンが温まるまでエンジンかけさせてもらって、それでアイドリングが安定してるか、そしてアイドリングが不安定、なんかブオンブオンとかなんかアクセル踏んでもいないのに、アイドリングが不安定の場合なんかは、こちらのスロットルバルブの下にある、こちらの黒いボディの
ISCV というアイドルスピードコントロールバルブというのがあるんですけども、それが寿命が来ているというのがあると思いますので、そういうのを交換するとなると、またお金がかかってしまいますので、必ずね、エンジンをかけさせてもらって、アイドリング状態というのを見ましょう。それでエンジンが温まったら、軽く空ぶかしなんかをして、エンジンの吹け上がり、そこら辺なんかも見ておいた方がいいと思います。そして先ほどのね、タペットカバーのオイル漏れの続きなんですけども、こちらの下側を覗くと、このようにエンジンルームがなっています。それで特に見るところは、こちらのオイルフィルター。ご覧のように、オイルフィルターにオイルがついてしまっている状態。これですね、オイルフィルターの上にあるオイルガスケットシール。こちらのパッキンがダメになっています。これはもう K6A エンジンでよくある話なので、ここもオイルが漏れていないかとか確認しておいてください。大丈夫な車両は、もちろんこのオイルエレメントがこのようにオイルで滴っているとかありませんので、これを必ず確認してください。そして車両によっては、こちら側の ATF、ここのオイルパンからもオイルが漏れている可能性もあります。それなので、ここの ATF のオイルパンと、こちらのエンジンオイルのオイルフィルター、この周辺なんかも見てください。もうこのようにホースまでオイルが滴っているのは、もうだいぶシールがダメになっている証拠です。かなりエンジンオイルの消耗なんかも激しくなっていると思いますので、必ず確認してください。よく K6A エンジンなんかは、オイルの減りが著しいとか、よく言われるんですけども、確かにオイルの消費は若干あります。ただ、大体の人がよく見ないで、エンジンからオイルが消耗していると思われがちなんですけども、大体私、100台以上の K6A 見てきたんですけども、大体がオイル漏れでオイルを消費している車両がほとんどです。なので、必ずオイル漏れチェックしましょう。そして、あとは、こういうドライブシャフトのブーツですね。ご覧の通り、こうやってなんか、ブーツが滲んでいたりとかすると、これおそらくね、以前にドライブシャフトのブーツが切れて、分割式のブーツ交換をしたんだと思います。ただ、取り付けが不十分だったのか、やはり経年劣化なのかわからないんですけども、継ぎ目があるの分かりますよね。この継ぎ目の部分から接着がね、悪かったせいか、グリスが漏れてきているという状態になっておりますので、ここら辺も必ず確認しましょう。このブーツが破れてると、車検通りません。結局、後から負担になりますので、必ず確認をしておきましょう。ただ、これ交換するときは、ABS 車両ありなしで、ドライブシャフト違います。それなので、ここのですね、ギザギザがあるかないか。ギザギザがある車両は ABS 付き車両です。ギザギザがない場合は ABS なし車両なので、この区別をしっかりしておきましょう。続いてヘッドライトですね。ヘッドライトもこうやって薄く濁ってるような感じになってしまってると、ひどいやつなんかもっと濁ってる車両なんかもあります。正直これなんかだと、車検の時に光軸が出ない、または光量が出ないということで、車検が落検する可能性もありますので、ここら辺なんかもちゃんとね、自分で直すんだったらいいと思いますけども、自分で直せないんだったら、後々ね、結局高くついてしまったりとか、作業するのに何千円、時には何万円とかかってしまいますので、綺麗にされている車両か、はたまた自分で直すのか、そこら辺も踏まえた上で、ここら辺なんかもよく見ておくといいと思います。車内の場合に関しましては、こちらのドリンクホルダー、これなんかを一回出してください。一回出して、ほら、これなんです。私今初めて見ましたけど、はい、こんな感じで、ご覧の通り、こうやって折れて取れちゃうんですよね。この方ってすごく折れやすいので、普通に使ってるんだったら大丈夫なんですけど、これを出しっぱなしにしている人って、降りる時とかにゴンって当たったりとかで、よく折っちゃうんですよ。または、非常に重いものなんかを乗っけて、それでバキッと折れてしまったりとかしまいますので、これ非常に折れやすいので、必ずこれ確認しておきましょう。私が今気づいたってことは、私が確認してなかったって証拠ですからね。はい。このようにならないようにしましょう。そして、今この車両はエンジンがかからないんですけども、エアコンも必ず確認しておきましょう。冬とかだと分かりづらいんですけども、エンジンをかけて風量をマックスにします。
マックスにしたら、添付、温度をですね、一番最低の18度に落とします。落として、エアコンがスイッチ入ってんのを AC っていう文字が出てるかどうかを確認して、ついてなかったら AC ボタンを押して AC ランプをつけてください。そうするとエアコンのスイッチが入ったということになりますので、その状態で風を確認してください。風を確認したときに、夏場なんかだったら分かりやすいんですけども、冬場なんかでもとりあえずちゃんと冷たい風が出るか。そして夏場なんかでもサラサラな乾燥した空気が出てるか。それの確認をしてください。これ結構車両によってはガスがなかったりとか、そういうのだったらいいんですけども、完全に送風の場合なんかだったら、どこかが壊れてるとか、そういう可能性もありますので、これね、確認しておいてください。そして続いてこのルーフですね。私なんかはこれもう塗っちゃうから、全然気にしなくても大丈夫なんですけども、塗れない人とかそのまんまでいる人たちなんかは、やはりこういうね、あんまり上の部分とか見ないから気にしないかもしれないんですけども、やはり一点だけポツッと何気なしに見たときにね、汚れてるっていうのは気になると思いますので、下ばっかじゃなくて上も見ましょう。上を見て、ルーフの汚れ具合とかね、そこら辺なんかも確認しといて、そしてワゴン R でよく確認しといた方がいいのは、使わない人はあんま気にしなくていいんですけども、こちらのバイザーの、これあんま外したくないんですけども、やめとこう。バイザーのここの樹脂の部分です。この樹脂も今ね、少し欠けてる状態になるんですけども、ここも劣化して簡単に折れます。それなので、このバイザーも出さない方がいいです。ここまでにしといた方がいいです。これで、ここをバコッと外すと簡単にバキッと割れるのが、こちらも受注ハック割れます。それなので、このままで行くのか、中には割れてる車両もあると思いますので、気にならない人はいいんですけども、結構の頻度でこれ劣化している車両があるので、そこら辺なんかもね、一応見ておくといいと思います。妥協できるのかできないのか、そのユーザーさんによって気持ちがね、変わると思いますんで、ここも見ておきましょう。あとは何気に見落としがちなんですが、オーディオパネルとかあると思うんですけども、このつまみが、こっちがついてないんです。こういうのなんかも、これ結構ね、運転席側はここのパネルガバって外せるからいいんですけど、こっちの助手席側ってエアバッグがついてるんですよ。それなので、結構中にボルトが入ってたりとかで、奥まったところにボルトがあるんで、こっちちょっと外すのめんどくさいんですね。それなので、もちろん私はこれ直しますけども、中古車の状態で、ご自身でできない場合なんかだったら、これルーバーが動かせない。上下は動かせるけども、左右が動かせないとか、そういうのになってしまいますんで、そこら辺なんかも見てもいいかもしれないですね。あとは、ワゴン R の助手席の部分。こちらはですね、当然、物入れがあります。この物入れなんかに物が残ってたりとか、またはこういう風にものすごく汚かったりとかもありますので、元のオーナーさんのね、衛生具合っていうのが伺えると思います。もう私もやっぱりこれなんかは嫌なので、綺麗に清掃したいと思います。また同様に、だいたい皆さんここを見て終わるんですけども、これを持ち上げます。ほら、これなんです。こんな感じで、これ良かったのが、まだ電子タバコなんですよね。この車両、幸いなことに、タバコの匂いは全然ないんですね。それなので、電子タバコだからなのか、それとも、吸ってはいたけども、ちゃんと窓を開けて吸ってたのかわからないんですけども、幸いなことに車の方にタバコの匂いは感じられません。ただ、ご覧の通り、こんな感じでゴミだらけというのがありますんで、ここら辺なんかで、前のオーナーさんがね、どういう風に扱ってたかっていうのが、ちょっとわかると思います。そしてシートなんかも、私みたいにシートクリーナーとかあればいいんですけども、あんなの持ってる人なかなかいないと思いますので、それなので、シートが、綺麗なのかどうか。綺麗にするは雑巾とかでね、拭くとかぐらいしかできないんですけども、中にはやはりタバコの穴で、ここが焼けて穴開いてる車両とか、そういうのもありますので、そこら辺なんかも確認しておくといいと思います。そして後部座席もね、車両によっては荷物をものすごく乗っけてたりとかで、シートがですね、なんか癖ついたり潰れてたりとかの跡があったりとかしますので、そこら辺も見ておくといいかもしれないですね。あとはこのアームレストですね。アームレスト、よく使われてる車両。
ここの金属のフレームの部分が剥き出しになってます。今これそうなんですけども、これも私ちょっとどうにかしたいと思うんですけども、クッション下に行っちゃってて、ここの上の部分のクッションがもう擦り切れちゃってて、中でゴリ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 やられてたんですよね。もう上の部分が擦り切れちゃって、金属がもうほぼ剥き出しの状態になってるので、肘をこうやっておくとゴリゴリします。それなので、まあ気になる方はここら辺なんかも見とくといいと思います。これだけね、交換するっていうのもまあありかなとも思いますが、または MH23 のね、アームレストをそのままボルトオンでつきますので、それに交換するっていうのもありかもしれません。ただ、柄は変わってしまいますので、そこをどうするかっていうのが問われます。あとはワゴン R 系でよく多いのが、こういうバイザーですね。このバイザーなんかの、ここ両面テープでついてるんですけども、この両面テープが中には外れ気味になってる車両なんかもあります。これなんかはしっかりがっつりついてるので大丈夫なんですけども、中にはこれが取れてガタ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 取れちゃってるという車両なんかもあります。取れてる車両をそのまま走ると、高速なんか走るとね、速度出した時に、ここに空気が入り込んでバタ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 変な音がしたりとか、そういうのがしますので、ここら辺なんかも見といた方がいいかもしれません。あとはこういうドアのモールの部分ですね。正直これ買うと結構な値段してしまいますので、どこまで妥協できるかにもよるんですけども、これは幸いにも劣化はしてますけども、日に当たってボロボロにはなりきってないので、まだマシな方かなと思います。あとはここの部分ですね。これもなんかちょっと一回直塗装でなんか塗られ直してるんですけども、正直綺麗ではないですよね。それなので、通常の状態だと時間が経つとこれぐらいの白みを帯びちゃいます。ここなんかも剥き出しの部分なので、日に当たってね、劣化したりとかしてしまいますんで、ここら辺もやはり白っぽくなってしまってると古臭いんですよね。それなので、ご自身で塗るのか、それともそのままで妥協できるのか、そこら辺なんかもよく考えてみた方がいいと思います。そして、後ろの部分はですね、あまり開けることもないんですけども、おそらくですけども、私これまだ見てないんですけども、開けると、ほら、これ特にひどいですね。こうやってね、後ろに結構ゴミ入れっぱなしの人とか多いんですよ。こんな感じで、ワイパーのね、交換したゴミとか、ここら辺も結構汚い車両多いです。で、あと、ジャッキがちゃんとついてるかとか、そこら辺も確認しといてください。とりあえず補助タイヤなんかついてますが、ゴミだらけということですね。あとはたまにこのジャッキを上げる工具なんかが外されて戻ってない時とかもありますので、ここら辺も見ておくといいと思います。あとは、このハッチのダンパーですね。この車両は幸いにも多分交換歴があると思うんですけども、とりあえずはちゃんとしっかり生きてるんで大丈夫なんですが、中にはこれハッチ上げてしばらくするとずーっと下がってきちゃったりとか、そういう車両もありますんで、そこは必ず見ておいてください。こんな感じでね、このワゴン R とかスティングレイを購入するときに最低限見ておいた方がいい部分のご紹介となります。これを購入希望者さんがどこまで妥協して果たして自分で直すのか、それともそのままでもいいのか、単なる足車として使うから問題ないのか、そこら辺なんかをね、踏まえて見てもらえればと思います。それで自分がね、どう判断するかによって決まってくると思いますので、よくよくここら辺なんかは購入する前にね、見ていただければと思います。残念ながら私の中では、もちろん特にこの車両なんかは現状販売車っていうのが基本なので、それなので、もちろんしっかりと整備されてる車じゃないっていうのは100も承知の上なんですが、やはり最低限っていうのがあると思うんですけども、中には残念ながらもう明らかに車検に通らないような車両とかを平然と車検が通る車両として売っている方もいらっしゃいます。誰とは言わないですけども、結構そういう方多いです。特に個人売の中ではわからないっていう方が中には売っている人もいますので、それなのでそこら辺なんかはご自身で判断しないと、現状販売っていうのは本当にもうそのまんまの状態で理解したことが前提で購入したという風になりますので、もう購入してからこうだったじゃないか、ああだったじゃないかって言われても、もう知らないよっていう車屋さんが大半になりますので、必ず最初よく確認しておきましょう。ということで、このワゴン R MH21S や MH22S はやはりもう20年近く
かっていますので、くたびれてるのが当たり前です。ただ、この車、本当に素晴らしい車です。それなので、まだまだゴミ車として扱うにはもったいない車両ですので、ご自身でね、予算が限られるかもしれませんが、しっかり直すと非常にいい車と化けますので、それなので、ぜひ購入する前にね、車両を見ていっていただければと思います。そうすれば、私のように S ターボの4万キロ台の車が本当に破格の十何万円で購入できたりとか、またまたこれ独立アクセルの購入車両でもありますので、そんな車両が10万円台で購入できたりとか、全然ありますので、こちらの車両もね、DI ターボが7万円で購入できると。ボロいですけども、これからね、動画の方でも編集しながらやっていきたいと思いますので、ぜひ、ご自身でね、できる方は手直ししながら、このワゴン R、またはワゴン R スティングレイをね、大事にしていっていただければと思います。ということで、最後までご視聴いただき、誠にありがとうございました。高評価やね、コメントなど、または視聴者さんがね、私はこういうところ見てるよとか、補足なんかがあればね、教えていただければと思います。ということで、またお会いしましょう。さよなら。